牛鬼。水辺に現れ人を襲うとされる妖怪牛鬼。ガズ百鬼夜行には足に鋭い2本の爪、牙を生やした牛の化け物が荒れ狂う姿で描かれている。百回図鑑では牛の頭に雲のような体、そこから伸びる6本の足には鋭い爪を1本ずつ生やした異形の姿で描かれている。いわゆる妖怪土蜘と同様の姿であるが、石燕の描いた今昔ガズ続百鬼にはその土蜘が別の妖怪として描かれ区別されている。牛鬼は牛鬼とも呼ばれ、各地に多くの伝承が残され、その姿性質は一様ではない。三重県では南伊勢町五ヶ所裏の洞窟に牛鬼が出ると言われていた。五ヶ所城の城主会津重明がその牛鬼を弓矢で射抜いたが、そのたたりに遭い性質が不治の病となってしまった。これがもとで重明は性質を疎ましく思うようになり、京から来た白拍子を溺愛するようになる。これにより性質の親元である北畠氏は会津氏と不仲となり、ついには会津氏を滅ぼしてしまったという。和歌山県では西室郡の牛鬼淵は淵の底が海とつながっており、この淵の水が濁ると牛鬼がいると言われていた。この地の牛鬼は出会っただけで人を病気に至らしめ、その姿は猫のような体で、一畳約3メートルほどの尻尾を持ち、体がマリのように柔らかいので、歩いても足音がしないのだという。和歌山県三代川には人を助けたという珍しい牛鬼もいる。ある若者が腹を空かせた女に弁当を分けてやった。その女の正体は淵の主の牛鬼だった。それから2ヶ月ほど経った頃、大水が出て若者が流されてしまった時に、牛鬼に姿を変えたその女に命を助けられた。しかし牛鬼には人を助けると身代わりとしてこの世を去らなければならないという掟があり、その牛鬼は若者を救った途端、真っ赤な血を流しながら体が溶けて消えてしまったのだという。島根県ではある夜、漁師の老人が一人小舟で沖に出ていたところ、牛鬼が近づいてきたので捕まえて担いで陸に持ち帰り、船小屋の前に投げ出した。集まってきた野じ馬の一人の若者が牛鬼の首のあたりを貝で叩いて、よくよく見てみると、それは椿の古い根っこであったという。岡山県では忠愛天皇が熊曽討伐に向かう途中、牛窓町で人輪鬼という化け物に襲われた。その姿は色が赤く、頭が8つ、背中には翼があり、自在に飛び回る巨大な牛の化け物で、忠愛天皇の進軍を阻止しようと、新羅から送り込まれてきた悪鬼であった。
忠愛天皇は自ら弓矢を取り、これを仕留めた。この時、人輪旗は切り放たれ、頭は大島に、胴は前島に、尾は青島になったという。しかしこの時、忠愛天皇もまた流れ矢に当たってしまい、それが元で命を落とした。皇后は悲しみに暮れたが、その後、熊曽討伐を果たして、その帰路に着いた時のこと。成仏しきれなかった人輪旗が、今度は身の丈10丈、約30メートルもの巨大な牛鬼に変化して、またもや皇后一行に襲いかかった。この時、住吉明神が翁の姿で現れて、この牛鬼の角を持って投げ飛ばし、退治した。その亡骸が落ちたところが黒島に、腹渡が百代氷になったと言われている。そしてこの地は牛が滅ぶことが転じて牛窓と呼ばれるようになった。牛鬼はしばしば濡れ女と共に現れる。島根県石見に伝わる伝承では、濡れ女が赤ん坊を抱いて海岸に現れ、赤ん坊を抱いてくれと頼んでくる。言われるがままに赤ん坊を抱いてしまうと、濡れ女は海に入って行き、入れ替わりに海から牛鬼が現れる。赤ん坊は石のように重くなって手から離れず、しまいには牛鬼に疲れて食い殺されてしまうのだという。高知県ではある村で家畜の牛が牛鬼に食い殺された。退治しようとした村人もまた食い殺されてしまい、噂を耳にした近森左近という武士が牛鬼退治に出向いて矢を放ち、一撃で退治したのだという。村人たちは喜んで弓を引く真似をしながら左近の牛鬼退治の様子を話したといい、これが桃手祭りの由来とされている。また少し間抜けな牛鬼伝説も残されている。物部村に2、3軒約4メートルほどの深さのすり鉢状の穴があった。そこに落ちた牛鬼が穴から抜け出すことができずに泣いていると、野地に住んでいる老婆がその牛鬼を助けてやったのだという。それ以来牛鬼はその土地の人にはたたらなかったということだ。愛媛県宇和島の牛鬼は特に有名である。人や家畜を襲う牛鬼に困り果てた村人が、北郡川辺村大洲市の山伏に牛鬼退治を依頼した。山伏は村で牛鬼と対決し、ホラ貝を吹いて神言を唱えると、牛鬼が少しひるんだので、その隙を突き、牛鬼の眉間を剣で貫いて体をバラバラに切り裂いた。牛鬼の血は7日7夜流れ続け、それが淵になったのだという。これは高知県土佐山、徳島県白木山、香川県根来寺にそれぞれに牛鬼淵の名で伝えられている。別説では愛媛県に出没した牛鬼は
顔が竜で体がクジラだったとも言われている。そして宇和島で有名な牛鬼祭りである。巨大な牛鬼の出汁が町を練り歩き、悪魔払いをする祭りである。起源には豊臣秀吉が命じた朝鮮出兵の際に加藤清正が敵を脅かすために作った牛鬼が始まりであるとか、大津太郎が赤布で牛鬼を作って敵を退治したなど、様々な説が残されている。鬼のような顔に長い首、赤い布や白で覆われた牛の胴体、剣にも似た尻尾の巨大な出汁が市内を練り歩く姿は圧巻である。各地に様々な伝説を残している牛鬼であるが、牛鬼の名は古い書物にも見られ、長保2年、西暦1000年頃に書かれた清少納言の枕草子第146弾な恐ろしきものにも、恐ろしいものの名が次々に挙げられるその中に、牛鬼の名も記されて、名よりも見るは恐ろしい、名前よりも見るのが恐ろしいと書かれている。平安時代頃にはすでに牛鬼はその名を轟かせていたと考えられる。吾妻鏡には建長3年、西暦1251年3月6日、武蔵の国浅草寺に牛のごときものが忽然と現れ、寺を駆け回った。その時、寺の僧50人ばかりが食堂に集まっていたが、この怪異を見て、24人が立ちどころに病にかかり、起きることもできなくなった。そして、7人は即死したという、などと書かれ、それになぞらえるように、身辺武蔵不土紀行には、隅田川から牛鬼のような異形の化け物が飛び出し、島中を走り回って牛島神社に飛び込んで、忽然と姿を消した。その時社殿には一つの玉が残されており、この玉は牛玉と呼ばれて神社の社宝となっている、などとある。また、この牛島神社は牛の御前社の異名を持っている。文法の時代、西暦1300年代に書かれた太平記には、宇田の牛鬼と呼ばれた身の丈2丈約6メートルほど、腕は黒い毛に覆われ、3本指に曲がった爪のついた人や牛馬を捕らえて食らう化け物がおり、これを退治するために渡辺の綱が使わされた。綱はこの化け物の片腕を切り落とし、物意味にこもるが、頼光の母に化けた牛鬼がその腕を取り返しに来て、最終的には源頼光によって首を切り落とされ退治されたという話である。茨城童子、羅城門の鬼と酷似した話であるが、この化け物退治に名高い源頼光には、牛御前と呼ばれた実の弟がいた。次回、牛御前。